美味しい？美味しいか？あら、今日は深夜の悩み相談コーナー。インスタでフォロワーさんからお悩みをもらっていて、一回募集させてもらったらめちゃくちゃいっぱいみんな送ってくれたから、ちょっとずつお返事していけたらと思います。今日はね、鶏生姜焼き定食みたいなのをお昼に食べて、夜はサラダスティックを食べたくて買ってきました。これだったらつゆさんも食べれるから、じゃあもうほんとね、たくさんみんな送ってくれて、でね、なんでこの悩み相談会を作ろうかと思ったかっていうと、私趣味で茶道をね習ってて、こうやってお抹茶シャカシャカする茶道を習ってて、ちょうど去年ぐらいにフォロワーさん向けにお茶会を開いたんですよ。でそこで対面でお話ししてて、お部屋の作り方とか、なんかおすすめのインテリアショップとか、そういうお話をねするかなって、そういう質問が多いかなって思ってたら、みんな人生についての質問ばっかりだったんですよ。仕事、恋愛、友達とか。だから YouTube でもそういう話をね、みんなと共有できたら、みんなで前を向いていけるのかなと思って、参考になるか分かりませんが、やっていこうと思います。キャベツ、とちょ。じゃあ1つ目いきます。ゆうさんからのお悩み。最近日によって人とのコミュニケーションが下手だったりする日が多いのですが、原因がわかりません。初音さんは人との接し方で日頃気をつけてることとかありますか？私も日によってすっごいよく喋れたなっていう時もあれば、こうさ、上司とかに喋りかけられてさ、あ、そうですよねみたいにさ、なんか変な返ししちゃう日とかも会社員時代すごいありました。めっちゃ恥ずかしいよね。向こうはそんな気にしてないかもだけどさ、こっちはさ、なんかそっけない態度に見えたかもみたいな、そういうのあるよね。まあでも原因がわかんないって書いてあるけど、そういうもんだと思うよ。人はこう波があるじゃない？コンディションがいい時と、なんか時間にも追われてたり、焦っちゃったりしてうまくコミュニケーション取れない時とかもあったり、例えばお仕事上でお客さんと話す時に日によって全然うまくできない日といい日があるっていうのは、本当は良くないことじゃん。毎日一定のさ、ちゃんとこうクオリティを保ってコミュニケーションを取らなきゃいけないお仕事とか、友達と会った時に、あれなんか今日元気ないみたいに言われて心配させたくないなとか、そういう課題が出てくるのかなって思うんだけど、私が一個ねやってるのは、ほんとお仕事とか友達とか関係なくなんだけど、おしゃべりリストを作るっていうことをしてて、私はおしゃべりがそんなに得意じゃなくって、で喋るの上手になろうと思ってこういうねラジオとかやってたり YouTube 始めたりもした理由の一個なんやけど、喋るってなるとなかなか話がまとまってないのに喋り出しちゃったりとか、あれ結局何言ったんやったっけみたいなることが多くって、だからそういう時に私を助けてくれるおしゃべりストっていうものを作ってて、それはもうマブダチだみたいな友達の時は持ってかないんだけど、結構初めて会う人とか、お仕事上でもプライベートでも初めましての人とか、まだそんなに関係が構築されてない時とかも、その人について聞きたいこととか気になることとかを結構箇条書きにねこういっぱい書いて、それを持っていく。それが必ずしもいいとは限らない。もっとこのご飯に集中して、そんなね考えてきたことじゃなくて、その場のこのね、なんかフリースタイルでバトルしようぜみたいな人だったら嫌だって思うかもしれないんだけど、意識してるとか、なんか気をつけてることの一個としてやってるよっていうくらいだから、もし使えそうだったら使えてねっていう感じです。そこまでしなくてもいい相手とか、会社でよく会う先輩後輩とかってなったら、なんかね、私は素直に言っちゃうかもしれない。今日コミュニケーションうまく取れない日なんですよねって言っちゃうかも。
言っちゃったらなんかそういう時あるよねみたいな話題にもなるし、そういう弱いところを見せてくれたって距離が縮まると思う、相手とも。相手もさちょっと嬉しいと思うよ。あ、ゆうさんって結構しっかりしてるように見えるけど、そういうところなんか弱音吐いてくれるんだ私にみたいな感じで喜ぶ人も多いと思うから、素直に言っちゃってもいいかもね。どうだろう。取り繕って生きててもしんどいだけだからって思うようになった。だから素直に今日はなんかきょどっちゃう日ですとか言っちゃってもいいかもね。はい、じゃあ次いきます。初音さん、はじめまして。いつもインスタ YouTube 拝見してます。私は大学祭の実行委員をしています。勉強と課題と委員会本部の仕事とバイトとってわけがわからなくなってしまって、家に帰ったら涙が出てきました。3年生なので就活もしなきゃって考えるともう気持ちが沈んでいます。みんな無責任だし、委員のメンバーを信用できなくて、でも自分も信用できません。何から手をつけたらいいのかわからないときどうしてますか？人を信用できないときどうしてますか？長文すみません。陰ながらいつも応援しています。心は2つも質問をくれました。何から手をつけたらいいのかわからないときどうしてるか、人を信用できないときどうしてるか。なるほど。心は忙しいね今ね。その実行委員と勉強と課題と委員会本部の仕事とバイトとってめっちゃ忙しいね。私もね、学生時代キャプテンとか学級委員とかそういう忙しくするのが好きなタイプだったから、心もそうなのかなと思うけど、なんかチームメンバーが協力してくれなくって家で枕を濡らす日々とかもあったし、本当は自分が何がしたいか分かんないけど詰め込んじゃったからとにかくやんなきゃみたいな、こう結構ね責任感強い系のねタイプなのかな、心も。多分今実行委員のことが結構大きいと思うの、悩みとして、勉強と課題とバイトともあるんだけど、この文面の中では実行委員の話が結構多かったから、そこでこうみんなが無責任でメンバーを信用できない、自分のことも信用できない、どうしようっていう悩みからまずは一緒に考えると、2つ改善する案があって、1個目はこの実行委員本部の人って多分結構やる気があったり主体性を持ってるタイプが集まりやすいんじゃないかなって思うの。なんか目的があったりね、この実行委員本部に入るってことは、例えば10人の学校で5人実行委員本部やんなきゃだったら違うけど、多分そうじゃなくてみんな何かしら意図があって入ってると思うの。だからその意識を統一するためにみんなとすり合わせる時間を取る。あなたはどうしてこれに入ってるのとか、学祭の実行委員期間でなんかこれができるようになりたいとか、なんか何のために入ってるのみたいなのを、こんな真面目なトーンじゃなくていいと思う、軽くでいいと思うから聞いてみて、で、分かるってなるかもしれないし、全然違う目的で入ってて、じゃあここをすり合わせたらちょっと分かり合えるかもとか、みんなが自分ごとにしてくれるかもとかっていうヒントになると思うから、時間があるとか心の余裕があるならやってもいいと思う。すごく大事なことだと思う。で、心も意外と無責任なメンバーって思ってたけど、意外とちゃんと考えてて、相手も相手ですごい忙しくて今時間割けてないんだなとか、じゃあ自分と近いじゃん、一緒になんか考えようってなるかもしれないからね。そのすり合わせる体力も時間ももうない、無理だって心が思ってるなら、心の背中で見せるっていう方法が2つ目かな。世の中でさ、結構見るのがさ、人に期待をしないことみたいな、人が変わらないから自分が変わるしかないみたいな言葉をよく見かけるけど、私はそれはあんまり好きな言葉じゃなくって、やっぱりどこか人のこと信じたいんだよね。それは人によると思うんだけど、私の考えは何かしら変わるきっかけがあれば人はいい方向に変わるんじゃないかなって信じたいタイプだから、信じたいと思って生きてるから、心が一生懸命忙しい中でも実行委員の仕事を頑張ってるところを見て、なんか私みたいに単純なね
人だったら、あ、心ちゃんあんなに頑張ってる、じゃあ私もやんなきゃみたいに心を動かされてついてきてくれる人はいると思うんだよね。まあもしかしたら誰一人そういう風に思ってくれる人いないかもしれない。それはやってみないと分かんないし、心についてきてくれた人とはもう一生の友達になるかもしれないし、それはね、2つ目のアイディアとしてやってみていいかなっていう感じ。就活がもうね3年生でしなきゃっていうことも書いてくれてるんだけど、この話ってめちゃくちゃ就活で使えるエピソードだと思うの。小賢しいことを言うと。なんでかっていうと、これって社会人になってもチームで動く仕事とかの時にめっちゃ大事な考え方だし、めちゃくちゃ課題でよくある話だと思う。社会人の人が抱える課題でね。例えばプロジェクトで5人のチームがあって、全然みんなの意識が統一されてない。なんか私はもう会社員なので、なんかこの時間デスクに座ってたらお給料もらえるからやりませんみたいな人もいるかもしれないし、逆にもう何時間でも残業していいもの作るんだっていうクリエイティブヤクザみたいな人もいるかもしれないから、そういう時に心があの時学祭の時の実行委員でやってみたことをここでも活かせるかもってきっと思える時がね来ると思うんだ。心にとってもすごくいい経験になると思うから、もしかしたらこういうことをやってみたら改善するかも、前に進むかもみたいなことは、なんか練習台だと思って、今回のことをいろいろ試してみたらいいと思う。こういう声かけしたら人って変わってくれるかもとか、例えば朝ちょっと早く行って準備してみようとかね、自分も忙しくって大変な中だけど、こういう風に動いたら誰かがついてきてくれたとか、逆にこれだけやっても意外と人って変わんないんだなとか、そういうのを知るきっかけ、知るいい機会になると思うから、ちょっとチャレンジしてみて、でそれを就活で面接官にしっかりねぶつけたらいいと思うよ。そしたら、この人うちの会社でもちゃんとそういう風に動いてくれる人だって思ってもらえるから、心のためになる、乗り越えるべき問題を神様が与えてくれたと思ってやってみてほしいです。じゃあ次、福丸からのお便りです。人が羨ましくって比較して自分の生きていく能力の低さや弱さに幻滅します。よくもうどうでもいいやとなって全てのモチベーションがないです。死にたいわけじゃないけど生きたいわけじゃなくて、もっと綺麗な世界で生きたいです。理想の自分に近づこうと努力して近づけたら満足だけど、実は疲れてて全てが嘘で結局何してんだろうってなります。めんどくさいな自分、びっくり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 。福丸。人と比べる比べるよね。私も比べる。良くないって思いながらも比べちゃうよね。私も人とすごい比べてた時期があって、今はねだいぶマシになったんだけど、その時は自分がどうなりたいとかどういう方向性に進んでいいのかがよく分かってなかったんだよね。だから世の中にいる全員が比較対象になっちゃってたんだよ。で、今はなんでそれがだいぶマシになったかっていうと、行きたい方向性がなんとなくこう見えたから、そこにいる人たちとは確かに比べる。この人はこんな若くしてここまで行けてるのに今の自分じゃまだ足りないなとか、この方向性の中にこの道にいる人たちとは比べるというか、なんかベンチマーク的に見るんだけど、それ以外の道を行ってる人たちのことは全然別の人種だと思うようになったの。だからポケモンみたいな、私はこのタイプのポケモンだから他のポケモンと比べてもしょうがないじゃん。その進化のさ過程とか全然違うから、何になるかとかも違うからさ、そこに気づくまでは結構しんどかった。なんか全然違うポケモンがさ、小中とかさ街からこうグワッと集められてドスンとクラスに詰め込まれて、もう誰となんかどううまくやればいいか分かんない、みんなと比べちゃうみたいな感じだったんだけど、自分が何ポケモンか
分かればだいぶ楽かもしれないね。ちょっとバッテリーが切れちゃって交換してきて、その間にさワンカップが回ってきました。あと福丸のお返事途中だったと思うから、私もその自分が何ポケモンか分かんない時になんか生きる希望がなくって、だから苦しい思いしてこう自分でさ自殺したりなんか死んじゃいたいなっていうわけじゃないんだけど、何のために生きてるんだろうみたいな、なんか分かんないなら生きてる必要なくないみたいに思う瞬間が結構あったのね。で一番最初にそれを思ったのが大学生の時だったんやけど、その時私がやってよかったなって今でも思ってるのが、知らない大人に Zoom のリンクを送りつけて何のために生きてるのかとか、何のために今の仕事をしてるのかとか、何人聞いたか50人ぐらい聞いたんだよね、オンラインで。まずそれに答えてくれる大人が本当に素敵だよね。本当にありがたい。なんか捨てたもんじゃないな世の中って思った。生意気な大学生だよね。心よくね私のズームに対応してくれた大人がいて、でその中でも特に覚えてるのが、死ぬ時にあの人は笑顔の人だったねって言われて死にたいんだよねって言ってた女性がいて、多分ね30代とかの方だったと思うんやけど、なんかそれすごいいいなと思って、そうね、心持ちに余裕があるなって思ったよね。私は今幸せじゃないとか今何のために生きてるのか分かんないから生きててもしょうがないみたいにやけになってたんだけど、死ぬ時に笑顔のいっぱい溢れる人だったねって言われればいいってことだから、今笑顔じゃなくてもこれから先たくさん笑えてて笑顔の印象がついて死んでいけたらいいなみたいなこと言ってて、だから今笑えてなくてもこの先ね笑顔になれることがたくさんあるかもしれないとかっていうのを探しながら生きていくのがね人生なんやろうなって思って、そこで結構自分は死ぬ時にどういう人だったって思われながら死にたいかなとか考えてたら、意外とこうもう少し生きてみてもいいかなとか、生きるのが楽しいかもなとか、こう生きる兆しがね見えたんだよね。だからそれがあるとポケモンまず区別してさ、自分の行くべき道が見えてさ、その先がさちょっとでもさなんか街灯が灯ってたらさ、そこに向かって走れたりするじゃない。真っ暗だったらどこ行けばいいか分かんないけど、だからそういう明かりになるような言葉とか出会いとかそういうのを待ってて出てくる時もあるんだけど、私はその時ね知らない大人50人に話を聞くことでなんかこういうね光を見つけることができたんだよね。だからその光を見つけるための行動を今はして、見つかった光に向かってちょっとずつ歩けるようにしていけたら、比較もねしづらくなるだろうし、くまるが言ってたもっと綺麗な世界で生きたいですっていうことは、なんかその光を追いかけるっていうことにつながるんじゃないかなって思った。ちょっと私がねすごい好きな言葉をトイレに貼ってるから取ってくるわ。倫理のねなんか教科書に載ってた、教科書だったか忘れちゃったんやけど、倫理の本にね載ってた言葉で、よりよく生きるためにっていう話で、小説家の井上靖さんのことが書かれてて、人生を川に例えてるんだって。井上靖さんは、人間の立派さというものは川と同じである。川の流れが河口に行き着くように、人間も生涯の大部分を終えてある地点に来たとき、その人間が過ごしてきたありようが問われることになる。河口がいくら立派でも驚くことはない。その川が山を流れ谷を抜け海に入る。その経過が大事なように、人間もその人が刻んできた歴史のありようがその人を美しくも醜くも見せるのであるっていう話をね書いてあって、だから人生って何をしたかっていう結果があるわけじゃなくって、どう生きてきたかっていうその過程によるのよ。その川がこう流れてる間にどういうものと出会って、どういう人をこう取り込んで、その過程が大事だから、福丸が今悩んでる今の自分の能力の低さとか弱さみたいなものは、これからきっといい川にしていくための今準備段階なだけであって、
そこにまずね危機感を持ってること自体がすごくいいことだと思う。だから私がさっきさ、知らない大人に50人ズームのリンクを送りつけたっていうあれはちょっと突拍子もないけど、例えば家族とかお友達とか、この人には話してもいいなみたいな人に話してみてもいいかもしれないね。何が楽しみで生きてるのとか聞いてみてもいいかもね、気軽に。そうやって腹割って話せる人に出会うこととかが、福丸が楽しく生きるための灯火になってくれるんじゃないかなって思います。はい、次。はじめまして、22歳の女です。いつも YouTube やインスタの投稿楽しく拝見させていただいてます。しなやかでありながら芯の通った考え方をされる初音さんからアドバイスいただけたら嬉しいです。私は気になってる人がいます。相手は2歳上のバイトの先輩で、音楽の好みが似てたり、ボケツッコミのノリが合う。帰り道が同じで、一緒に帰ったり、自分にとって一緒にいて楽しい人でした。今はバイトを辞めてお互い社会人です。バイトを辞める前に一緒にライブに行こうと話していたのですが、その約束していたライブは相手が仕事が入ってしまい一緒に行けませんでした。その後も何度かライブ参戦、お誘いの声をかけたりしていました。読み上げると難しいんだけど、4回ね、ライブに行こうってお誘いをしてて断られちゃってると。で、こんなに誘って断られていて、また誘っていいのか迷っています。今度あるライブのチケットが余ってしまったため、声をかけたいのですが、断られるのも怖いです。もともと自分から誰かを誘うことがなく、誘い慣れてない上に、これだけ都合が合わないのに誘いまくって、さすがに迷惑すぎるよなぁと思っています。私自身、恋愛にあんまり積極的じゃなく、あるとすれば来るものを拒み、去るものを追うばかりだったため、自分でも好きなのか気になるのか、相手に対してどういう感情なのかもうわからなくなっています。でも相手の方の言葉選びや一緒にいる時の雰囲気の穏やかさにまた会いたいと思ってしまいます。優しい人だからこそ相手の人生にズケズケ踏み込むのも申し訳なくて、こんな気持ちが4年くらい渦巻いていて、これが何なのかわかりません。何なんですかねこれ。初音さんは自分から積極的に声をかけたりできますか？どのように誘うのがベストなのでしょうか？拙い文章ですが、ここまで読んでくださりありがとうございます。いいですね。濃いですね、これは。自分からね、こうやって頑張って誘ってるけど、いいお返事がもらえないって結構ね、来ちゃうよね。なんかまた次誘っていいのかなって。初音さんは自分から積極的に声をかけたりできますかっていうことだけど、私はね、会いたいなって思ったら結構会いたいって素直に言うんだけど、もう誘い方はすごく気にして丁寧にっていうか、相手が心地いいと思うような誘い方をしようとすごい考えるタイプで、今ってこの4回ライブにお誘いをしていて断られちゃってると。で、その現状って悲しい現実だけど、相手にこうドストライクに刺さってるわけじゃないじゃない。こうグンってドストライクに刺さってたら、もちろん行こうってすぐ返事が来るだろうし、むしろ向こうからガンガン誘ってくれると思うの。だから今刺さってる状況じゃないっていうことが事実としてある。もう一個事実としてあるのが、それライブに行こうって話せるくらい趣味が合うとか、お返事が今ちゃんと返ってきてる状況っていうことで、私の感覚的にビ今ね、10分の3ぐらいだと思う、レベル的に。10いったら付き合えるとしたら3ぐらいのポイントを今持ってて、で、ひっくり返すポテンシャルはあると思う。まず恋愛ってライバルがいるじゃない。他にもこの人を好きな人はいると思うのね。で、その子たちと比較して自分がこうね、トップに躍り出たらやっぱ付き合える可能性って上がるやん。この差別化をとにかく考えるべきだと私は思っていて、でその差別化をどうするかっていうと、私だったらだけど音楽の趣味が合うから、ただライブに誘うだけだと他の女の子でもできると思うの。3人の女の子からライブに誘われてるとするじゃん。相手がすごいモテる人で、その中で相手からしたら
特に容姿が好みの子とかが選ばれちゃうから、なんかその別の要素に勝つためにはこいつ面白い女だなってやっぱ思ってもらうとかが大事だと思ってるから、私だったらじゃあお互いなめだるまが好きだとするやんなめだるまのライブ行きましょうって誘うんじゃなくて、関係者席呼んでもらえたから一緒に行かないって誘うと思う。だから何とかして関係者席をゲットするの。とにかくこの子といたら自分一人では出会えなかった機会に恵まれるかもとか、この子といたらなんか人生楽しくなりそうだなとかで、怒ってるくちばしに人参つけて怒ってるっていう風に、この子といたらなんか人生面白くなりそうって思ってもらえるような誘い方をすると思う。まあでもそのためにはめっちゃ努力しなきゃだよね。いろいろさ、試行錯誤してさ、なめだるまの関係者席に行けるようにしなきゃいけないんだけど、でもその過程で自分磨きもすごくね、できると思うし、私といたら他の子といるよりも絶対楽しいよっていうことを提示できるように頑張ると思う。そういう感じかな。この子特別だなってやっぱ思ってもらうことが大事だと思います。ちょっといっぱい喋っちゃったから次で最後にしようと思います。じゃあ最後の質問です。いつも初音さんを見て癒されてます。転職をして新しいお仕事、全く触れたことない業種をするのですが、本当に不安しかなくてどうにかなっちゃいそうです。お仕事以外でもしょっちゅう不安になってしまうのですが、こういう不安な気持ちとか、焦って一人であたふたしちゃうとき、初音さんはどういった対処で自分を落ち着かせますか？参考にしたいです。ルナさん、転職するときに不安な気持ちになるのは当たり前のことだと思う。誰でも絶対ここでうまくやれると思って転職できる人なんていないと思うから、そこは自分の不安な気持ちを認めてあげて、よしよしってしてあげていいと思う。多分お仕事以外でもしょっちゅう不安になってしまうって言ってるからね、友達とさ、例えばランチしててさ、楽しい時間なはずなのにお仕事のことであれ大丈夫かなとかさ、ちょっと不安で頭によぎっちゃう時ってあるよね。不安に打ち勝つのって努力しかないと思うんだよね。そう、やってないから不安だと思ってて、めっちゃ体育会系な考え方かもしれないんだけど、そうやったらやった分不安って軽減されるじゃん。テスト勉強とかもそうやん。これだけやったからもうあとはどうにでもなれみたいな思えるぐらいまでやり込めたら不安はだいぶ減ると思うんだけど、あとは私がすごく好きな本の一節があって、ものすごく悪い出来事が起きたら第一章終わりと言いましょう。なぜなら多くの小説もまたものすごく悪い出来事を第一章のラストに置くからですっていう文があるんだけど、これはね F さんの20代で得た知見っていう本の中の一節なんだけど、私これがすごく好きで、なんかもう不安でしょうがないとか、もうこれからどうしていったらいいんだみたいになった時にこれを見ると、確かにここから大逆転したらめちゃかっこいいやんって思うの。ラッパーとか私すごい好きなのもそれがあるんだけど、生まれた環境もさ恵まれなくて育ちもそんなに良くなくて、だけど大スターになる人とかってさ、すごく努力してたり、大逆転劇って誰もが見たくなるドラマじゃん。だから今自分はこういう状況だけど、ここからひっくり返したらめっちゃかっこいいやん、私ってすごいドラマの主人公みたいじゃんって思えるから、どうひっくり返してやろうかっていうことをとにかく考える。で、あとはやっぱりその知らないね業種、異業種に転職するわけだから、その別の業種のことをねたくさん調べるとかはまあもちろんなんだけど、自分のためにできることはいろいろやった上で、それでも不安だったらこっからやっていう、こっからスタートなんやっていうことを言い聞かせて、で大逆転劇のドラマとかを見る。そんな感じかなって思います。めっちゃ顔赤くなってきたし、つゆさんも暴れ回ってるから、そろそろお開きにしようかと思います。これ飲んでたからさ、居酒屋でみんなと喋ってるような気持ちになりました。
ちょっとたくさんみんなからね相談もらってたんやけど、全然まだ追いつけてないので、これからも定期的にこの回できたらなって思います。質問箱だとちょっと文字数が限られちゃうから、今 DM でねこういう相談を受け付けていて、私も DM 見るようにするので、ぜひぜひ送ってきてください。お名前とかね書いてくれたら、ニックネームとか入れてくれたら読み上げるときに読み上げることができるので、ぜひ入れてもらえたらと思います。じゃあ私のこのね配信がみんなの役に立つかはわかんないけど、みんなで前を向いて歩いていきましょう。じゃあおやすみなさい。